こんばんは。今日はね、バシャールって人間関係についてどう言ってるんだろうって調べたくなって、で、調べてたら、こういう文章が出てきたの。100% 本当の自分になれるよう、お互いサポートし合うのが人間関係です。バシャールのいる世界では、すべての人がすべての人と結婚しているのと同じ状態なので、個人が結婚するという概念はありません。このさ、すべての人がすべての人と結婚しているのと同じ状態って、もうめちゃくちゃ統合してるじゃん。半端ない統合だよね。究極のワンです。で、その次。どんな人でも、その瞬間に交流している人が一番重要な人で、ソウルメイトです。無条件の愛でつながっている人間関係こそ長続きします。無条件の愛の振動であなたが振動するから相手が何を考えているのかわかるのですって書いてあったの。で、これね、すごく面白いなと思ったの。普通さ、その人を知って知れば知るほど愛情が湧いたり興味が湧いたりいいなっていう気持ちが湧くというのが今までの人間関係のあり方だったんだけど、そうじゃなくって、この無条件の愛の振動であなたが振動するから相手が何を考えているのかわかる。で、バシャールはこの後こう続けるんだけど、無条件の愛を持って常にサポートしているとき、すべての人がテレパシーでつながることができます。創造的な人間関係は常にテレパシーのつながりをより深めるのです。テレパシーとは文字通り、相手が何を考えているのか読み合っているのではありません。すべての人、一人一人が固有の振動数を持っていますが、誰かが誰かを愛し始めたとき、その人と自分を同一視し始めます。自分自身をその相手と同一視し始めたとき、自分の波動が相手の波動と合ってきます。全く同じ周波数になる必要はありませんが、非常に近いところに来ます。二人の周波数が非常に近くなったとき、外から来る情報を同じような形で取り入れることになります。別の言い方をすれば、あまりに似てきているので、同じような考え方になるということです。無条件の愛を持って非常につながりが強くなっているとき、全く同時に同じようなことを考えます。二人で同じことを考え始めているのです。これがテレパシーです。相手と自分がちょうど鏡のような関係になって、同時にいろんなことが起きている状態のことです。この状態で個性が失われるということはありません。実は全く正反対のことが起きています。テレパシックな関係になるとき、この人間関係の中で自分が発揮できるすべてのものを一番強く持てるときなのです。それを信頼でき、流れに乗れるときなのです。その時あなたは自分自身も充実し、他の人も満足させられる状態になるのですって書いてあってさ、なんかその純粋な愛であるとき、自分がクリアな純度の高いクリスタルみたいな状態であるときに、相手のやっぱりそのクリスタルの状態と共鳴し合うことができて、相手が一番本来ありたい姿というかな、それを自分が鏡になることによって相手をその次元に移動させていくというかな、自分が移動するからその相手がその次元の相手になって現れていくんだけどさ、で自分は生命エネルギーというのをその次元にフォーカスしていくから、相手はそこの中でまた進化していくじゃない。そういうふうに 100% 本当の自分になれるようお互いサポートし合うのが人間関係って、その定義を言った時に、それはさ、もう
パートナーとか友達に限らず、いや全部だなと思ったの。ヤマトの人もそうだし、それこそこの間来てくれたシェフもそうだし、うちの植栽担当の人もそうだし、その人たちが 100% 本当の自分になれるようにサポートし合う、私もサポートするっていうのが私にとっての人間関係なんだなと。だから役割とか契約とか仕事でっていうのはもちろんそうなんだけれども、でもその奥の目的は 100% 本当の彼らになれるよう私のできる全てのことをする。で、そのためには別に何かの行動とかアクションとか行為が必要なんじゃなくて、私自身がクリアに私である、クリアに愛である。その2年3年で濁らせず純度の高い愛であるということがすごく大事なんだなと、改めて思ったんだよな。あとシャールの言うのは、まずは第一にあなたを愛してください。自分を愛し、本当にありのままの自然な自分自身でいるとき、あなたの人生に訪れるべき人が必要なときに、全く完璧にあなたのもとにやってきます。タイミングは常に完璧です。それを信頼してくださいって書いてあるんだけどさ、今日もさ、お布団に入って起きようと思った時に、もうこんな起きようと思ってる自分が偉いなと思って、もうほぼ無意識ぐらいになで偉いな、偉いってなってたの。それなってたらすごい気持ちよくて、そのまままたちょっと二度寝したんだよね。二度寝した私がまた可愛いなっていうかさ、自分で撫でて気持ちよくて二度寝だよみたいな。どんだけめでたいんだみたいな気持ちになって、そういう意味で私自分に対しては三次元的な概念で言えば失敗みたいなところでは可愛いなって思うし、何か三次元的に何かを行動を起こしてる時には偉いなって思うし、もう自分への声かけが可愛いと偉いで確定してんだなって今日思ったんだよね。でもなんかそうやってその状態ってでも本当にさ、創造主がみんな自身に対して、あなた自身に対して思っている視点と本当にこう一致してくるからさ、いろんなことがこうピタッと起きてくる。すごくいい流れがこう人生の中のいい流れがこう起きてくる。それに本当に乗るだけで力みとか努力とかじゃなくて、本当にリラックスして楽しんでいく中で必要なことが必要なタイミングで起きて、また多くの人たちを幸せにできる道のりをどんどん進んでいくことができるっていう、なんかそんな風に思ったのね。それではまた。